はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、また結構よく皆さんからもらうお悩みについて答えていきたいと思います。それもですね、絵柄が安定しませんというお悩みをめちゃくちゃよくもらいます。私もすごくその気持ちよくわかるの。でも私もどれぐらいだったかな、中学生ぐらいの時、本当に絵柄が安定しないってね、毎日のように言ってたんだよね。言ってたもう友達にってこと？友達に絵柄が安定しない、絵柄が安定しないって言ってた。なんでさ、友達返してくれるの？まあしょうがないよ、みたいな。めっちゃ興味ないみたいな。そうだったっけ？よく覚えてないけど。でもね、違う、絵を描く人だったら多分一度は経験するんだよ、この絵柄が安定しない。ってね。それの対処法を今日は説明していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい。じゃあ、まずは、対処法を3つ今回考えたんですけど、1つ目、同じ顔が描けないっていう動画でも説明したんだけど、とにかく、まだ絵に慣れてないうちは、1個前に描いたものとか、参考にしているものを常にね、見ながら描いた方がいいと思うの。それはちょっとどういうことか今私が実践してみるんだけど、ちょっといつもの私の絵でやってもみんなに何の説得力もないと思うので、新本先生はもう自分の絵柄があるからね。そう。ちょっと今回あえて私が憧れてる絵柄風にエスクを描いてきました。こんな感じになっております。ワンピース。そうです。ルフィか。そうです。ルフィかというよりも、小田先生風の絵柄に私は憧れて、小田先生風の絵柄でエスクを描いてみました。なるほど。こうなるんだ。この絵柄で私が今後行きたいとするじゃない。ちょっともう、明らかに小田先生を意識したであろう絵柄にはなっちゃってるけど、でも初めてそういうもんだと思うからね。誰かを真似して、上手くなっていくみたいな。気に入ったとするんじゃ私が今この絵を。私の絵柄決まった。これでいこうと思うじゃん。でも、これをじゃあ実際こう見ないで、よしって記憶を頼りに今私があの絵を描いてみるよ。ちょっと待っててください。今ざっくりこんな感じになるわけ。あれって思うの自分では。エスクには大差が今ないかもしれないけど。その、小田先生風って言われたら、なんとなく目のところとかがそういう風にしてんのかなと思っちゃうけどね。でも実際やっぱさっきのとちょっと並べてみるね。はい。という感じで、今私がこれ何も見ないで描いたやつ。で、これが元の参考にしたかったやつね。やっぱ見ないで描くと、ここまで変わっちゃうの。確かに、でも言われたら並んだ時に見ると、こっちの方がそれっぽいな。ぽいし、要は自分の憧れてた絵柄がこれだったとするじゃない。でも違うのよ。もうなんか違う絵柄になっちゃってるの。ちょっとエスクの中で同じ絵に見えるかもしれないけど、自分の中ではもう明らかに別の絵柄になっちゃったと思ってるから、やっぱどうしたらいいかっていうのは、やっぱこういう参考にしたいものをこうやって横に並べて描くっていうのがすごい大事だと思ってるのね。なので、やっぱこれを横に並べながら改めて描いてみたら、はい。ということで、今回見ながら描いてみました。で、あえてしかも、今度ちょっとシンディちゃんっぽい女子にしてみたけど、やっぱ見ながら描いたことによって、これと大きく絵柄が変わるっていうことにはなんなかったと思う。この人とこれは同じ人が描いたなっていう。なるほどね。でもさっきの S 君の場合だと、これとこれ同じ人が描いたから若干ちょっと怪しくなってくるっていう。ちょっと自分のなんかオリジナルが入っちゃうんだよね。そう。だから、やっぱり自分のもう絵柄が決まったと思ってても、やっぱまだ絵が安定するまでっていうのは自分の1個前に描いたイラストとかを絶対見ながら描いた方がいいと思うし、もし参考にしてる人がいるんだったらやっぱその人の見ながら描いた方がいいと思います。やっぱそれが一番まず簡単な絵柄を安定させる方法かなと思います。じゃあ次のちょっと絵柄を安定させる方法いきたいと思います。第2ポイントなんですけども、そもそも描きたい絵柄と描ける絵柄が違うっていう可能性をちょっと考えてみるっていうことです。ちょっと悲しい話ではあるんだけども、だいたい最初ってその憧れてるね、絵柄にみんな寄せていくと思うんだよね。例えばさっきの私みたいに、私も小田先生に憧れてる。だから小田先生風な絵にしてみたみたいになってたけども、そもそも何度描いても安定しないっていうのは、もしかしたら自分にはその絵柄っていうのが合ってないっていう可能性があるから、思い切って他の絵柄を目指してみるっていうのも一つの手かなと思うっていうのをちょっと今実践してどういうことかっていうのをね、説明します。
じゃあちょっと今からなんですけど、まず私がいつかこうなれたらいいなと思う、まず憧れの絵柄一つ目、スラムダンクのイラストをちょっと参考に、私がちょっとイラストを今描いてみたいと思います。はい、という感じで、私が、完全に模写とかをしたわけじゃないんだけど、井上先生の絵っぽくなればいいなと思う参考にしながら、自分の形にしたエスコを今描いてみたのね。結構、青年誌みたいなキャラできた、でもね、なんかやっぱり自分ではなんかね、しっくりこないし、やっぱこれをパッと言うとき、井上先生っぽいかと言われたら違うんだよ、世の中の人が見たときはね。なるほどね。じゃあ、次にだよ。今度は、セーラームーンっぽい絵を参考に、ちょっと私、絵を描いてみたいと思います。はい、という感じで、セーラームーンっぽい絵柄を参考に、私今度絵を描いてみました。やっぱ明らかにこっちのが自分で描いててもしっくりくるし。そういうことね。多分、次回描けって言われた時、こっちのが何もなくて再現できると思う。ちょっと並べてみるね。おもろいね、これ。同じ人が。だから、やっぱでも分かるのは、やっぱ私は絶対にセーラームーン系の絵柄の方が自分の絵柄に合ってたり、自分が合わせにいけやすい絵柄なんだっていうのは自分で描いてて分かる。なるほどね。もともとやっぱ私の描きやすい絵のタッチっていうのが少女漫画寄りの絵なんだと思うんだよね。っていうことがやっぱあるので、やっぱりどうしても憧れてる人の絵にしたいっていうのはわかるし、私もそういう時期もいっぱいあったんだけど、で無理して合わせにいってる時期もあったんだけど、それこそ小田先生に合わせていく時期があったってことね。あとそれこそそうじゃない、小田先生どころじゃないよ。スラムダンクだったりとか、そういう等身の高い絵に憧れて、井上先生とかに憧れてた。そうやってる時期もあったけど、やっぱりもう同じだから絵柄が安定しなさすぎて、結局描いててもやっぱなんか違うになっちゃって、でなんかどんどん下手になってってねみたいななんかそういうことがあったから、もしかしたら自分がね憧れてたり描きたいと思う絵柄とそもそも自分が描ける絵柄っていうのは違うのかもしれないっていうのも一つね、ちょっと脳内に入れとくといいかなと思いました。ワンパターンが描いてみて自分がしっくりくるやつに合わせていくっていうのも手ってことだよね。そうで、次3つ目のポイントです。3つ目のポイントっていうのは、もうちょっと考え方の話になっちゃうんだけど、そもそもね、絵柄が安定しないっていうのは、もうイコール成長中って考えて、あえて安定させる必要私ないんじゃないかなと思ってるのね。っていうのも、その絵が変わってくっていうのはさ、悪いことなんじゃなくて、それって多分さ、変化してってるってことだから、自分が成長してるっていう。そう、成長中なんじゃないっていう、なんかそれはあえてこう成長を止める必要ってないから、なるほどね。多分いろんなものを日々さ、みんな吸収してるんだと思う。いろんな人の絵を見て、この絵もいい、この絵もいい、こんな風に描けたらいいなっていうのを吸収中だから、それをインプットしてまた次描くじゃない、だからどんどん自分の絵がいい方向に変化していく。だから安定しないんじゃないかなって思うんだよね。だからそう考えてね、こうみんな安定しない、絵柄が安定しないって私も言ってたんだけど、本当に同じように。あえてそこを無理やり安定させるんじゃなくて、もう安定させずに絵柄なんか決めずに、どんどんいっぱい描いていくのがいいのかなっていう、とにかくそういう風な思考を持つっていうのが、私がちょっと言いたかったのは、ここに全部私が違うテイストで描いた絵柄があるじゃない。でもね、多分見る人によっては、全部新本先生の絵だなと思うと思うの。要はそれって多分どこかに私の癖が全部出てるんだと思うのね。なるほどね。それが私最後は結局その人の絵柄なんだと思うんだよ。要は絵柄って自分で作るものとか意識するものじゃなくて、単にもう描き続けてたら、その人の癖がもう出ちゃって、それしかないっていう。なんか、それこそ一本一本の線の微妙なそのラインで、この人の絵じゃないみたいな。そう、だからプロの先生たちの絵柄は別にみんながこの絵柄にしようって意識して描いているものじゃなくて、ただ単に忙しい中描き続けてたらもう自分の癖が出まくっちゃって、もうそれになっちゃってる。で、みんなもそれをたくさん見てくれるから、その人の絵柄として認識するっていうことなんだと思う。だから安定しないとかじゃなくて、そもそもがもう描いてたらそれしか描けないっていうね、
ところにそのうち絶対みんなも到達するの。それ以外描けないっていうね。そう、あとやっぱ何描いてもその人の癖が出ちゃって、ああ、なんとか先生の絵柄だってなるわけ。まあそんなに絵柄を安定させるとか、こう、絵柄をこうしたいみたいにこう、固定観念を持たずにね、まあまず若いうちは柔軟にいろんな絵を描いてってもらったらいいんじゃないかなと思います。その時描きたい絵を描くのが一番いいと思う。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下本慎と。バイバーイ。